今回は鞘書きとは何かを解説しようと思います。では行ってみましょう。鞘書きとは白鞘の表面に墨で記された文字のことで、刀工名や刀の特徴、日付、鑑定人の氏名などが書かれています。もともとは大名家の蔵にある刀を整理するために、その大名家の主がメモとして書いたらしく、これが鞘書きの始まりだったそうです。この鞘書きのメリットとして、中身を見なくてもどんな刀なのかがわかるため、整理整頓するには最適な方法だったわけです。まあね、お大名さんだったらね、たくさん刀持っていたでしょうし、メモでもしておかないと収集がつかなくなってしまいますからね。とても合理的な整理方法ですよね。ですが、時代が進むと、このような刀の整理用メモではなく、刀の真偽、本物か偽物かを保証するための文字に変化しました。よって、大名家の主人が書くのではなく、鑑定人が書くようになって現在に至るといったところです。では、鞘書きを見てみましょう。こちらは白鞘の表側と裏側の両面に鞘書きがされたものです。片面だけに書かれたものが多いのですが、このように両面に書かれたものもありますね。何が書いてあるのか上から順に見てみましょう。はじめに刀工名、次に波長と特徴、その下に価格が書かれています。そして鑑定年月日と鑑定人の署名が書かれるという構成ですね。価格以外は一般的な鞘書きでもよく見られます。では次に書かれた文字を拡大して観察してみましょう。はじめに刀工名を見てみましょう。刀工名は正宗とありますね。続いて波長を見てみましょう。波長は2尺5寸1分半ですので、約 76.2 センチとなります。特徴はすり上げの無名と書いてありますね。反対側も見てみましょう。価格は金700枚とあります。金1枚は大判1枚のことで10両に相当します。1両は現在の貨幣価値に換算すると約10万円ですので、金1枚は約100万円ということになります。よって金700枚ということは、なんと7億円でございますよ、皆さん。里帰りした山頂毛よりも高いですよね。ですがこれ、実際の売買価格ではないんですね。イメージとしては、そのくらいすごい価値があるんだよ、といった感じでしょうか。それにしたって、これは、だいぶ価値が高いっていうのがわかりますよね。続いて、鑑定年月日を見ると、明治19年の5月ということがわかります。日の絵犬という部分がありますが、これは干支を組み合わせたもので、全部で60種類あるうちの23番目の干支となります。日の絵犬は元号にすると明治19年、西暦だと1886年を示す干支になりますね。最後に鑑定人署名として本阿弥長式と書いてあります。長式は明治期に活躍した鑑定家とか、刀剣研究家ですね。本阿弥家はもともと足利将軍家の雑務や芸能にあたったお家でしたが、時代が進んで豊臣秀吉の時代から代々刀剣鑑定を行うようになったと伝わります。だいぶ由緒あるお家なんですね。いかがでしたでしょうか。いろいろな情報が白鞘に書かれていましたね。今回は比較的読みやすい字で書かれていたので読むことができましたが、
達筆でね、読みにくい鞘書きなんていうのもあるんですよ。鞘書きを見る機会がありましたら、なんて書いてあるのかなと思ってね、読めない字があったら調べるなどして楽しみながら読んでみてくださいね。以上、鞘書きについての解説でした。